こんにちは。今回の動画ではしくしりミニマリストの私が実は手放せていないものやことがありましたので、今年の目標という意味も込めて2025年に手放すべきもの50選をご紹介します。元マキシマリストでたくさんのものに囲まれて暮らしていた失敗だらけの私が物を手放して自分らしく主体的に暮らせるようになってきましたが、まだまだ整理ができていないことも多いです。ぜひ家事や作業をしながら聞いていただけると嬉しいです。思い当たるものがあればぜひこれを機に手放して心地よい暮らしをしてみてくださいね。まずは衣類編です。1つ目、着ていない服。私の場合1年以上着ていない服は着る確率が 10% 以下でした。本当に着たい服なら今日にでも着ているはずだと思います。2つ目、サイズが合わない服。サイズが合わない服はスタイルを悪く見せたり動きにくいことが多かったです。3つ目、汚れや傷みが気になる服。40歳になって特に大事にしたいのが清潔感だと思っています。運気も下がりそうなのでこちらも早めに手放します。4つ目、ワンシーズン着なかった服。試着したものの家の鏡で見た時に似合っていなくてしまい込んでいるものがありました。もったいないかもと思いがちですが、それを着ることはありませんでした。5つ目、同じデザインで複数ある服。服を持っていた頃は白い T シャツが5枚、デニムが4本とか持っていました。もちろんそれぞれにシルエットは違いますが、どのアイテムでも自分の満足のいくコーディネートを組めるほどのセンスを持ち合わせてはいませんでした。6つ目、着心地が悪い服。着心地が悪いとパフォーマンスが下がったりストレスがかかることもあります。どんなにおしゃれな服でも着心地が悪いものは買わないようにしています。7つ目、流行が過ぎた服。流行を過ぎた服は着ることはありませんでした。買い直すときは流行を手放して買うようにしています。8つ目、穴の開いた靴下やストッキング。消耗品は高価でないものを少ない数で定期的に交換をすると気分も上がって着心地も良いです。9つ目、壊れた靴。靴は毎日自分を支えてくれる大切なものだと思っています。多くを持たず歩きやすいものを手入れして履くことで良いところに行けると信じています。10個目、着古したパジャマ。先日までライニング系用でパジャマを持っていましたが、寒かったり寝心地があまり良くなかったのでパジャマを購入しました。着心地の良いものを着ることで良い睡眠が取れますし、健康を維持するためにも大切なことだと思っています。次はキッチン編です。11個目、使っていない調理器具。使っていない調理器具があると使いたいものが取り出しにくくなります。使わないものは手放して毎日使う器具を特等席に置いてあげると家事もしやすいと思います。12個目、古くなった調味料。古くなるということはそれだけ使用頻度が少ないということ。他の調味料で代用するか、それを使うレシピを作らないことも検討してもいいかもしれません。13個目、賞味期限切れの食品。とりあえずすぐに捨てましょう。14個目、欠けた食器。危ないですし美味しさが半減してしまいます。なくても大丈夫か実験してから必要であれば自分の作る料理に合う丈夫な食器を購入するのが良いと思います。15個目、同じサイズで使わないお皿やコップ。私は来客用として取っておきがちでした。来客は1年に数回しかないのに場所を取るので、使っているものを来客用として使用するようにしました。16個目、同じ用途のたくさんあるカトラリー。カトラリーはほとんど壊れることがないので捨てる機会が少ないです。使っていないものは使いにくいものが多いと思います。それらを手放して使うものを取り出しやすくするのが良いです。17個目、使い切れない保存容器。保存容器もガラスやホーローなど無駄に持っていました。今は自分が作り置きする量を引き出しに入るだけと決めています。18個目、キッチンカウンターの不要なもの。カウンターに物が出てしまうということは収納に収まっていないことが多いので、収納の中身を見直すことが良いです。もしくは収納動線を見直すチャンスかもしれません。19個目、使っていないお弁当グッズ。私も使うかもと取っておきがちでした。特にプラスチックは匂いがつきやすいので、
お弁当生活が終わるタイミングで手放すのが良かったです。20個目、古いレシピ本。古くても使っているなら手放しませんが、レシピはスマホで検索してお気に入りに入れておくのが一番簡単に検索ができて使いやすいと思います。次はリビング収納編です。21個目、使っていない家具。何かしらが収納されていると使っているような気になりますが、中身がしまってあるだけになっていたら、家具のスペースを使ってまで本当に取っておく価値があるものかを見直した方が良いと思います。22個目、長く触れていない書籍や雑誌。読むかも見るかもで取っておきがちな本ですが、本屋さんで同じ価格で今買うかを考えます。23個目、埃をかぶった装飾品。たくさんの雑貨を手放してみて、装飾品を持つ理由が何かを考えることが大切だと思います。自分が本当にリラックスできたり、それによって気分が上がるなら埃をかぶることはないはずだと思います。24個目、故障した家電。今すぐに不燃ゴミもしくは自治体のゴミ処理センターへ連絡をしましょう。25個目、ケーブルやコード類のガラクタ。何に使うのかわからないものはこれまでもこれからも使うことはありません。26個目、見返していない昔の写真やアルバム。私は思い出のものは割と取ってある方だと思いますが、自分の昔の写真やアルバムはかなり手放しました。その代わり定期的に見返している子供の写真やアルバムはずっと持ち続けていると思います。27個目、使わないインテリア小物。私はキャンドルやアロマを焚くのが好きと思って持っていましたが、子育てと仕事をしつつ家でゆったりとキャンドルを楽しむほど余裕がありませんでした。28個目、壊れた時計や不要な置物。電池が入っていない時計だったり、なんとなく置きっぱなしになっている飾りを一旦なくしてみると部屋の空気が変わります。29個目、テレビやオーディオ機器の不要なリモコン。新しいものを買い替えのタイミングで古い家電の説明書とリモコン、ケーブル類を手放すと無駄な不明品が手元に残らなくて済みます。30個目、中身がわからない引き出しの中身。リビングにあった子供の引き出しはとりあえず放り込んでいたので、私も子供も中身を把握できておらず、整理したらほぼ全部不要品でした。わからない時点で使っていないものなので、ほとんどが不要品だったりします。次は玄関バスルーム編です。31個目、柄やカラフルなタオル。タオルはかけて使ったり洗濯物に干した時に視覚面積が大きい上、生活感も出やすいので色柄を選ばないようにしています。32個目、壊れた傘。ちょっとだけ穴が開いてたり開閉がうまくできなかったりするものはなるべく手放しています。33個目、1年以上履いていない靴。冠婚葬祭の靴ではなくて1年以上履いていないのなら、何かしら履かない原因があると思います。今日にでも履いてみると歩きづらいとか、自分の暮らしの中に活用できそうもないなど、改めていらない理由がわかると思います。34個目、使い切れなかった化粧品。化粧品はサンプルが使えないことも多いので、買ってみたもののなんか違うと思って使わないことがあります。場所も取らないし、つい取っておきがちですが、毎日のことなので使うものだけに厳選すると時短にもつながると思います。35個目、汚れたトートバッグやエコバッグ。トートバッグやエコバッグは洗濯で落ちない汚れが目立ったら消耗品と捉えて買い替えます。36個目、期限切れの日焼け止めやスキンケア用品。期限が切れる時点で使っていないか、使う分量を間違っている可能性が高いです。肌にも良くないので手放してそれ自体を買わない、もしくは小さいサイズに買い替えます。37個目、使わない工具や雑巾。工具は時々しか使わないので見直すと使っていないものも多いです。特にネジなどは1つ欲しくても10本入りなどが多いので、100円ショップなどでも手に入るものなら一旦手放します。38個目、必要のないサンプル品。サンプルは旅行用に取っておいたこともありますが、今はコンパクトなスキンケアを用意しています。なのでサンプルはもらったら1週間以内に使い切ります。それでもまだ取ってある場合は使わなくても良いものなので手放します。39個目、不明なスペアキー。自転車の合鍵や車の合鍵、スーツケースの合鍵、
物置の合鍵、最近は鍵のスペア含めて3つくらいがついてきます。もらったらマスキングテープを貼っておいて何かがわかるようにしておきます。買い替えてもそのまま鍵だけあると何の鍵だかわからなくなってしまったので、早めに処分するようにしています。40個目、使わないバスグッズ。お風呂の中はカビやぬめりが発生しやすいです。掃除の手間もかかるので毎日使うもの以外は起きません。次はデジタル心の整理編です。ここからは私もまだまだ手放せていないものが多いです。今年はここを整理していくのが課題です。41個目、使っていないアプリ。割引やクーポンのために取ったアプリや便利そうと思って取ったアプリでもホーム画面から消していると気づかないうちにアップライブラリに溜まっていることがあります。容量が圧迫するので定期的に消すように心がけています。42個目、未読のメールや通知。お店から届くメールだったり、一度登録してしまっているメールがいつの間にか1000件を超えていることが多々ありました。登録は解除して不要なメールは配信停止の設定をするようにしていますが、まだ私はやりきれていません。43個目、古い写真やデータ。去年小さい頃のアルバムを処分した際に何枚かを写真に撮って iPhone のファイルに残しました。動画や写真を日頃からたくさん撮るので Google フォトに残していますが、 Google フォトの中まで整理できていないので今年はデータ整理をしていきたいと思います。44個目、壊れた充電器やガジェット。充電器やガジェット類は付属品がついていることが多いですが、使わないものも多いです。1年以内に使わなかったものは見直して手放すとよくわからないものがたまりにくくなります。45個目、必要のないサブスクリプション。サブスクは勢いで登録してしまうこともありますが、多くなれば把握できなくなったり管理もしづらくなります。見たり聞いたりする時間も限られているので、読まなければとか見なければという気持ちが湧いた時点で解約や停止をするようにしています。46個目、心に負担をかける人間関係。私の場合、心に負担がかかる付き合いは次の日まで気持ちを引きずってしまうことが多かったです。せっかくの休みでも気力が湧いてこなくて無駄な休日を過ごしていました。できる限り深入りせず課題の分離をすることで無駄に自分を責めたりすることがなくなって時間も無駄にすることが減りました。47個目、過去の失敗に執着する気持ち。失敗すると落ち込んで自分はダメな人間だと自分で自分を責めていました。失敗に執着すればするほど同じことを招いていました。失敗からそれを回避するために今自分ができることに注力したら不安もなくなって、今は失敗にしろ成功にしろ過去に執着せず今と未来を考えるようにしています。48個目、SNS の反応を気にする時間。最近 YouTube やインスタでの目標を立てたら途端に反応が気になってしまってついアプリを開いてしまっていました。一旦開くとそれ以外のところまで見てしまってあっという間に時間が過ぎてしまうことが多かったので、1日30分と制限をかけたところ無駄なことに時間を使わなくなりました。49個目、将来使うかもと思い続けて1年以上経ったもの。もったいない気持ちがあると使うかも使えるかもと考えて取っておいたりすることもありますが、5年経ってほとんどのものは手放しているので早めに手放せばスペースや管理の手間もより早く手放せたのになというふうに思います。50個目、今の自分に必要のない目標やタスク。今でも時々ありますが、誰かがやっていることを見て自分もやらなければと思って余計なタスクをつい増やしてしまうことがあります。そんな時は年末に書いた今年のビジョンマップを見て本当に自分がやるべきことかを確認するようにしています。いかがでしたか？今回は2025年手放すべきもの50選をご紹介しました。失敗を受け入れて手放すことでどうしたら次は同じ過ちをしないかを考えられるようになって、購入する時も慎重になったり本当に必要かを考えられるようになってきました。ただデジタルや心の部分での手放しや整理はまだまだ手放せていない部分がたくさんあります。すでに手放している方やおすすめの方法がある方はぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。
また次の動画でお会いしましょう。